諸国百物語第26話加賀の国にて土雲女に化けたること。ある男が奉公の望みがあり、加賀の国石川に下り、町屋に宿を借りていた。その宿の娘はあまりに美しく、宿を借りていた男は物陰から女を一目見た瞬間、心を奪われた。男はあれこれと思い煩い、あまりに耐えかねて召使いの侍を呼んで娘への張り裂けそうな心の内を話した。侍は男を不憫に思い、仲立ちして娘をさまざまに口説いた。情のある娘であったので、口説かれているうちに心も打ち解けて、歌にある忍ぶ浦の天人ではないけれど、他人の目も気になって夜が更けてから忍びに忍んで男の部屋に通っていた。ある時、いつものように娘が部屋に来た。男もひとしお嬉しく思っていた。そうしていつに変わらぬ妹瀬川、いつものように男女の仲になって深いちぎりを言い交わしているうちに、また勝手口の方から娘の声がした。仲立ちした侍がこれを聞いて不思議に思い、勝手口の方を見てみればまことの娘がいる。あまりに不審に思い、男を密かに呼び出して事の様子を話すと、男は驚いて、さては変化のものか、我が心をたぶらかそうというのか、と言ってすぐに寝室に戻り、女の腕をつかんで人差しにした。女はという悲鳴のうちに姿を消した。夜が明けて地の後を追って行ってみれば、一里約4キロほどのところに山があった。そして山、また山と追って行けば、一つの洞窟の中に地の跡を見つけた。中に入って見てみると、例の娘が娘の姿のまま死んでいた。男は不思議に思い、死骸を持って宿に帰り、火を置いて見てみたが、姿形は変わらず、元の娘のまま枯れていた。宿の娘もつつがなくいたという。不思議とも何とも言いようのないことである。表題では土雲が娘に化けていたとなっているが、同じ内容のそろり物語では単に化け物となっている。土雲は本来朝廷に従わなかった豪族たちを卑下する呼称である。妖怪となった土雲や女郎雲が山奥の洞窟にこもるという話も多いが、
この話はそのようにも思えない。諸国百物語の第11話、出羽の国杉山兵部が妻、影の患いのことのように、影患いや離婚病、ドッペルゲンガーなどと言われた二人とも本物の人のようにも思える。日本では昔、双子を不吉な存在とし、意味ごとして養子に出したり捨ててしまったりすることがあったという。そのような娘がいたらと推測してしまう話でもあるが、娘は切られた途端に姿を消している。人のなせる技ではない。いずれにしても人の姿のまま切り捨てられ、人の姿のまま朽ちてゆく娘が哀れでならない。